みんな、ずんだもんなのだ。今日はとってもスペシャルな旅に出かけるのだ。今日、ずんだもんがみんなを連れて行くのは、ヨーロッパの中心、ドイツなのだ。ねえねえ、知ってたのだ。僕らが呼んでる、ドイツって名前、実は世界的に見ると全然メジャーじゃないのだ。英語だとジャーマニー、フランス語だとアルマーニュみたいに、国によって呼び方がバラバラな、とっても珍しい国らしいのだ。面白いのだ。そんな奥深いドイツから、今日は全部で5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。DIW の会長さんが提案した高齢者義務法支援っていう案に、なんと猛烈な批判が巻き起こっているのだ。これは年金生活者さんの社会参加と世代間の公平な負担についてドイツ社会が真剣に問いかけているとっても大切な議論なのだ。一体どんな意見が飛び交っているのか、ずんだもんもワクワクしているのだ。この動画が面白いって思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずに押してほしいのだ。さあ、ずんだもんと一緒にドイツのホットな話題を見ていくのだ。はい、かしこまりました。ドイツの紹介文を作成するのだ。今回はヨーロッパの中心に位置する魅力あふれる国、ドイツを紹介するのだ。首都は歴史と現代が融合するベルリンで、人口はおよそ8300万人。EU の中でもひときわ存在感を放っている国なのだよ。ドイツの歴史は古く、神清志ローマ帝国の時代から連綿と続き、2度の世界大戦という困難を乗り越え、現在の民主的な連邦共和制を築き上げたのだ。平和と経済発展に貢献する世界のリーダー的存在なのだ。主要産業は世界に名だたる自動車産業、BMW やメルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなど高品質な車を生み出しているのは有名だよね。機械や科学、環境技術も強く、ものづくり大国としての技術力は世界トップクラスなのだ。文化ではビールやソーセージ、クリスマスマーケットが有名だけど、哲学やクラシック音楽も深く根付いているのだ。バッハやベートーベンといった偉大な音楽家を輩出し、サッカーも国民的な熱狂を呼ぶのだよ。そして今、ドイツは再生可能エネルギーへの転換を積極的に進め、環境先進国としても注目されているのだ。デジタル化の推進や多様性を受け入れる社会づくりにも力を入れているのだよ。伝統を守りつつ、常に未来を見据える、それがドイツなのだ。一つ目のニュースなのだ。ロシア兵、痛みは決して語られない、という記事なのだ。ロシア兵士たち、痛みが語られることは決してないのだ、という記事なのだ。多くの兵士さんが前線で命を落とすのに、何万人ものロシア人男性が志願して戦争へ行くのは、一体どうしてなのだろう。ずんだもんにはちょっと理解できないのだ。モスクワの北東 100km くらいのところにあるフリアノボという町には、ウクライナ戦争で亡くなった兵士さんたちの巨大な墓地が広がっているのだ。お墓はどんどん新しい列が増えていって、色とりどりのプラスチックのお花でいっぱいなのだ。35歳で戦死したブルドーザー、アレクサンドル・ゴロバチョフさんや、32歳で亡くなったビタリー・マリノフさん、49歳で命を落とした戦場カメラマン、アレクセイ・リチレンコフさんなど、たくさんの方々が眠っているのだ。ワグナー傭兵さんたちのお墓も、まるでピラミッドみたいに整然と並んでいるのだ。この急速に大きくなっている墓地が、今ではフリアノボで一番有名な場所になっているのだよ。こんなに危険な状況なのに、何千人もの男性が今も志願して戦場へ向かっているのだ。彼らは危険を知っているはずなのに、自分の命はそれほど価値がないと思っているみたいで、ずんだもんは胸が痛むのだ。国からのプロパガンダと金銭的なインセンティブがロシアで死を受け入れる雰囲気をどんどん強くしているのだよ。田舎では命が軽く扱われ、戦場での死が身近なこととして存在しているのだ。なのにモスクワのエリートさんたちは、戦争とは無縁の日常を楽しんで、戦死という現実から目をそらしているのだ。
この大きな隔たりはなんだかとても悲しいのだ。2つ目のニュースなのだ。米国 FBI トランプ元安全保障顧問ボルトンの自宅を家宅捜索という記事なのだ。 FBI がドナルド・トランプ元大統領の国家安全保障担当補佐官だったジョン・ボルトン氏の自宅を捜索したのだ。これは国家安全保障に関わる捜査で機密文書を探すのが目的だったそうなのだ。ニューヨーク・ポスト紙の報道によると FBI 長官カッシュ・パテル氏が直接捜索を指示したそうで、パテル氏はその後誰も法の上にいないと X 旧ツイッターに投稿したのだ。ボルトン氏はトランプ氏の最初の任期中に国家安全保障担当補佐官を務めていたけれど、イランやアフガニスタン、北朝鮮などの外交問題でトランプ氏とたびたび対立していたのだ。その後トランプ氏を批判する内容の本を出版して、今ではトランプ氏の最も手厳しい批判者の一人になっているのだ。最近ではトランプ氏とロシアのプーチン大統領がウクライナ戦争について話し合った首脳会談をプーチンのプロパガンダ勝利だと強く批判していたのだ。これに対してトランプ氏はボルトン氏を何度も攻撃し、2期目が始まった直後にはシークレットサービスによる彼の個人警護まで解除してしまったのだ。かつては重要なアドバイザーだった人物が今では FBI の捜査対象になるなんて驚きなのだ。3つ目のニュースなのだ。 DIW 会長高齢者義務法思念案に猛批判という記事なのだ。 DIW のマルセル・フラツシャー社長さんが年金生活者さん向けの義務的な社会法思念を提案して大きな話題になっているのだ。彼はベビーブーマー世代は子供が少なかったから今の若い人たちだけに介護や医療、防衛といった分野の人手不足の負担を押し付けるのは公平じゃないと考えているのだ。だから年金生活者さんにも社会に参加してもらってみんなで社会の課題を解決しようって言っているのだ。健康上の理由で難しい人には若い人向けの奉仕と同じように配慮するべきだとも話しているのだ。特に以前ドイツ軍で訓練を受けた経験がある人なら防衛分野でその技術を活かせるんじゃないかと提案しているのだ。でもこの提案にはたくさんの人からそれはちょっと違うのだって批判が出ているのだ。社会福祉団体総 VD のミハエラ・エンゲルマイヤーさんは子供を産まなかったのは経済的な理由もあるのに引退後に罰として奉仕を強いるのは失礼なのだって言っているのだ。ドイツ労働組合総連合 DGB のアンやギールさんも長年社会のために働いてきた人には引退後はゆっくり休む権利があるのだって強調しているのだ。それにこの問題は金持ちと貧乏な人の間の問題であって世代間の対立を煽るような提案は違うのだとも言っているのだ。 BSW のザーラバー・ゲンクネヒトさんは高齢者は国のために頑張ってきたのに貧しい年金しかもらえない人が多いのだから義務的な奉仕なんて霊障的でひどすぎるのだと強く批判しているのだ。サハトーさんもそもそも強制的な奉仕には反対なのだって意見なのだ。実は年金生活者さん向けの義務的な奉仕のアイデアは新しいものじゃないのだ。2022年のロシアとウクライナの紛争の後、若者向けの一般奉仕義務の議論が盛り上がった時に同じように高齢者向けの義務的な奉仕も提案されたことがあるのだ。また最近では社会学者のクラウス・ウユレルマンさんも社会の防衛力を強化するためにはすべての世代が社会的な役割を担うべきだと話しているのだ。この議論は社会全体の責任をどうやって公平に分かち合うかというとても大切な問いかけなのだ。4つ目のニュースなのだ。増税論争、ドイツの税制がいかに不公平かという記事なのだ。ずんだもんなのだ。ドイツの税制はとっても不公平で改革が急務なのだ。政府はね、
低所得者さんや中間所得者さんの税金負担を軽くするって約束したんだけど、財政がピンチだからどうなるか全然わからないのだ。2027年にはなんと300億ユーロ以上も財政の穴を埋めなきゃいけないんだって。その後の年ももっと大変になるみたいなんだ。だから債務大臣のクリングバイルさんは増税も考えるべきだって言っているのだ。特に高い収入がある人やたくさん財産を持っている人はこの国の公平のためにもっと貢献すべきなんじゃないかってね。でもこれには連立相手の党がすぐに反対しちゃって、増税じゃなくてもっと節約すべきだって言っているのだ。こんな風に政府の中でお互いにブロックし合っちゃって税制改革がなかなか進まないのだ。この記事にはドイツの税制には直せるはずなのに大きな不公平が5つもあるって書いてあるのだ。とにかくドイツの税制は構造的にたくさんの問題があるから一刻も早く改革しないといけないって、そういうお話なのだ。5つ目のニュースなのだ。複数の国連機関、ガザ地区の一部で初の飢餓を正式認定という記事なのだ。ガザ地区の北部でついに国連が正式に飢饉を宣言したのだ。これは大変な事態なのだ。ガザ市を含むこの地域ではなんと50万人以上もの人々が飢えに苦しんでいるのだ。特に5歳未満の子供たち13万2000人が栄養失調で命の危機に瀕していて、そのうち4万1000人は非常に危険な状況なのだ。これは前回より倍増しているのだ。この飢饉はこれからデイル、アル、バラフやハンユニスといった他の地区にも広がる見込みなのだ。国連の世界食糧計画 WFP によると、飢饉と認定されるには3つの厳しい基準があるのだけど、ガザでは全て満たされてしまったのだ。例えば 20% の世帯が極度の食料不足に陥り、30% の子どもたちが急性栄養失調で、毎日1万人あたり2人の大人か4人の子どもが飢えか病気で命を落としている状況なのだ。中東地域で飢饉が公式に宣言されるのは歴史上初めてのことなのだ。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、言い訳はもうできないのだ。行動は今すぐ必要なのだ。と強く訴え、即時停戦とすべての人質の解放、そして人道支援の無制限なアクセスを求めているのだ。だけど、イスラエル政府は、ガザに飢饉などないのだ、と反論しているのだ。彼らは、開戦以来たくさんの救援物資が届き、市場も食料品で溢れていると言っているのだ。報告書はハマスの嘘に基づいていると批判しているのだ。一方、国連の人道支援調整官や人権高等弁務官は、イスラエルが意図的に食料供給を妨害し、飢饉を戦争の武器にしていると強く非難しているのだ。この飢饉は完全に人為的なものなのだと、ドイツの開発大臣も声を上げているのだ。独立した専門家たちも、ガザの一部地域で飢饉が起きていることを確認しているのだ。飢饉では、単に飢え死ににするだけでなく、栄養失調と病気が合わさって、多くの命が失われることが多いのだ。これは本当に悲しいことなのだ。今回はドイツの魅力と抱える課題、そして世界で続く戦争の悲劇や人為的な飢餓、複雑な政治の動きなど、いろいろな話があったのだ。スンダモンは、命の尊さや社会の公平性、何より平和がいかに大切か深く考えさせられたのだ。誰もが安心して暮らせる未来を願うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕
僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。